おはようございます。桜井です。昨日の XRP とアメリカの SEC との歴史的な和解の報道、結果として価格は急騰しています。そして同時コインではクジラが1億枚、約2億ドル分を買い集めているという衝撃的な動きがありました。この2つのニュースは暗号資産市場全体に大きな波紋を広げています。さらにビットコインやイーサリアムも重要な節目を迎えており、市場全体の流れが変わりつつあります。今回は昨日からの流れからの XRP と同時コインの最新動向に加え、ビットコインやイーサリアム、そして暗号資産市場全体の状況を分析していきます。最後までご視聴してもらえれば、今の相場で押さえておくべきポイントがはっきりとわかると思います。まずは暗号資産市場全体の状況からお伝えしていきます。過去24時間で仮想通貨市場全体の時価総額は 3.9 兆ドルに増加し、前日比で 0.5% の上昇となりました。取引量も4136億ドルと、こちらも 0.5% の増加です。ビットコインは現在11万6739ドルで 0.18% の上昇ですが、ドミナンスは 59.62% に低下しています。これはビットコインだけではなく、アルトコイン全体にも資金が流れ始めていることを示しています。特にイーサリアム、XRP、同時コイン、チェーンリンク、ステラといった主要アルトコインが堅調に推移し、市場全体でアルトコインラリーと呼ばれる状況が見られています。このように市場全体のムードはややリスクオンに傾いていて、ビットコインの安定とアルトコインの上昇が同時に進んでいます。ここからはその中でも特に注目度の高い XRP の動きを詳しく見ていきます。昨日お伝えしましたが、アメリカの SEC とリップルが長年続いてきた法的争いを完全に終結させました。双方が控訴を取り下げ、規制上の不透明さが解消されたことになります。この発表を受けて XRP は一時 11% 急騰し 3.3 ドル付近まで上昇しました。直近24時間では 10% 高の 3.29 ドルとなり、8年前の最高値 3.84 ドルに迫っています。市場では今回の和解によって ETF 承認への期待が一段と高まり、機関投資家の参入も加速すると見られています。実際、日本の SBI ホールディングスがビットコインと XRP の ETF 申請を行っており、これが承認されれば市場への資金流入はさらに拡大する可能性があります。一方で、大口投資家による利益の確定の動き、こちらも見られます。直近48時間でクジラが 1.9 億ドル相当の XRP を売却しており、短期的な調整リスクも指摘されています。しかし、テクニカル面では、ブルフラッグと呼ばれる強い上昇継続パターンが形成されており、3.5 ドルから4ドルを突破できれば、中期的には8ドル以上も視野に入るという強気な見方もあります。このように XRP は長期の規制リスクを解消し、次の成長ステージに入った可能性があります。では次に市場のもう一つの話題となっている同時コインの動きを見ていきましょう。はい。ということで、ミームコインの代表格でありながら、最近は機関投資家からも注目を集めている同時コインのニュースです。過去24時間で同時コインは約 7.9% 上昇し、0.22 ドル台から 0.23 ドル付近まで上げました。取引終盤には一部機関投資家の売り圧力で 0.227 ドル台まで押し戻される場面もありましたが、依然として強い上昇トレンドを維持しています。特に注目なのは大口投資家、いわゆるクジラの動きです。新たに1億同時、金額にして約2億ドル分を買い集めたことが明らかになりました。これにより流通している同時コインの約半分を大口が保有するという状況になっています。さらに終盤の60分には通常の8倍にあたる大規模な取引量が記録されたようです。テクニカル面では0.22 ドルに強いサポートラインがあり、0.23 ドル付近には大きな抵抗が存在します。アナリストの中には短期目標を 0.24 ドル、その後は 0.3 ドル、さらに強気の場合は 0.38 ドルまで見込む声もあります。
このように同時コインはクジラの買い集めによって需給面での追い風を受けていますが、機関投資家による売りもあり、値動きの荒さには注意が必要です。では、ここからはビットコインの最新動向について見ていきます。はい。ということで、ここからは暗号資産市場の基軸であるビットコインの最新動向です。現在、ビットコインは11万ドル台から12万2000ドルのレンジで推移しています。この価格帯では主要なサポートとレジスタンスを試す動きが続いており、市場は次の方向感を探っている状況です。注目すべきは、これまでのビットコイン価格の特徴だった4年周期サイクルが崩れつつある可能性です。従来は半減期を中心に価格が大きく上昇し、その後に急落するパターンが繰り返されてきました。しかし ETF の導入や機関投資家の長期保有傾向、そしてアメリカの規制環境の変化によって、このパターンが変わり始めているという分析が出ています。また、マイニングの難易度は過去最高水準からわずかに調整されたばかりで、依然として採掘競争は激しい状況です。価格変動とネットワークの強化が必ずしも連動しなくなってきており、これも従来のパターンからの変化として注目されています。このようにビットコインは歴史的な価格サイクルの転換点に差し掛かっている可能性があります。では続いてはイーサリアムの最新動向について見ていきましょう。はい。ということでアルトコイン市場の中心的存在であるイーサリアムの最新動向です。イーサリアムは過去24時間で大きく上昇し、一時は4100ドルを突破しました。上昇率は最大で 7% を超え、2025年の新高値を更新しています。背景にはネットワークの活発な利用と機関投資家からの資金流入が続いていることがあります。テクニカル面では3800ドルが短期的なサポートラインとなっており、この水準を維持できればさらなる上昇余地があると見られています。一部アナリストは4100ドルを明確に突破した場合、5000ドル超も視野に入ると分析されています。また DeFi や NFT 関連の取引量は高水準を保っており、長期的なファンダメンタルズも強い状態です。ETF による資金流入や機関投資家の保有拡大といった要因も中長期的な価格上昇の追い風となっています。このようにイーサリアムは短期、長期ともにポジティブな要素が多く、市場全体の強気ムードを牽引しています。では最後に規制やマクロ環境の動きを見ていきましょう。はい。では最後に暗号資産市場に大きな影響を与えるマクロ環境の動きについてお伝えをしていきます。まず、リップルと SEC の和解を受けて、ブラックロックが XP の ETF 申請計画を進めていると報じられています。世界最大級の資産運用会社による ETF の参入は、価格や流動性に大きな影響を与える可能性があります。そして規制緩和の動きはアメリカだけではありません。韓国やヨーロッパでも仮想通貨 ETF やステーブルコインに関する規制緩和の議論が進展していて、今後のグローバルな ETF ロードマップにも注目が集まっています。このようにマクロ環境では長期資金の流入を後押しする動きが広がりつつ、市場全体が新たな成長ステージに向かう可能性があります。今回の暗号資産ニュースでは、XRP が SEC との歴史的和解を果たし、同時コインはクジラによる1億枚の大量購入という大きな動きがありました。さらにビットコインの価格サイクル変化やイーサリアムの新高値更新、そして海外での規制緩和の動きも市場全体を後押ししています。皆さんは今回の XRP の和解や同時コインのクジラ買いについてどう思いますか？短期的な上昇のきっかけになるのか、それとも一時的な盛り上がりに終わってしまうのか、ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせがあります。今、おすすめの取引所でビットレイド X があります。何本か説明動画をアップしています。これからの時代、投資をする上でも AI を使っての投資が主流になると思います。ビットレイド X は AI を使って取引を行う取引所です。取引所ランキングも先日ショート動画をアップしましたけれども、どんどん上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレイド X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。
たします。また、実際にやり方がわからないって方もいらっしゃると思います。その方は別途オープンチャットを用意します。そこで登録方法やステーキングの方法などサポートさせてもらっていますので、オープンチャットの方にもぜひ来られてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。